はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。では続きからやっていきましょう。2日目午前9時。さて今日からいよいよ本格的な捜査ね。でも一晩だけって話で止めてもらったのにこれ以上ここにいさせてもらうにはどうしたらいいのかしら。誰かが急病になったことにしたらいいんじゃないのかな。病気が治るまでいさせてくれるんじゃない。涼しい顔でコナン。悪巧みが過ぎるぞ。仮病か学校サボる時と同じね。ミキ。でもその手が一番いいかもね。でも誰が病気になったことにする。それはね、3択か。蘭姉ちゃんでいいじゃん。私がいなくなったらコナン君に協力できなくなっちゃうわよ。ミキお姉ちゃんじゃダメ？嫌よ。私はお姉ちゃんを探すんだから、そりゃそうだ。じゃあ、灰原さん、お願い。何その目は。いや、こりゃ、って言いそうにないな。全員ダメじゃねえかよ。こうなったら仕方がないからじゃんけんで決めない。今の3択は何だったんだ。俺が負けたらどうするんだよ。そりゃ迷宮入りでしょ。そうね。じゃあ、いいわね。行くわよ。じゃんけん。これもグー。残念。あいこね。もう一回。あいこでチョキ。あいこか。さらに行くわよ。あいこでパー。灰原で負けだな。じゃ、病弱な女の子ってことでよろしく。まったくしょうがないわね。助かったぜ。でもお姉ちゃんを探しに来たってバレないようにお姉ちゃんのことを聞くのはどうしたらいいのかな。最近僕たちの他に観光客が来たかって聞けばいいんじゃないのかな。里美さんの姿を見た人がいるかもしれないよ。そうか、コナン君頭いい。それほどじゃ。さよか、仕方ないの。まあ無理せんと休まれることじゃ。どうもご迷惑をおかけしてすみません。いやいや、何もないテラちゃんがゆっくりしていきなされ。動けるね。私が探してみようか。チェンジはまだ早い。隠し扉のある床の間だ。この先行き止まりだったな。灰原さん。何？病人になんかよ。なんで私がこんな役やんなきゃならないのよ。ブツブツ。やっぱり灰原のキャラ違う。こういうのを進んでやり出すようなタイプだと思ったんだけど。よし、じゃあまたコナンから情報収集していきますか。よう名探偵ギブアップか。俺に任せといたらすぐ解決やぞ。また後でね。おっちゃん、なんだ、やっぱりこの名探偵の手を借りたいって。後でね。こっちに行くと外に出てしまう。お姉ちゃんのイヤリングここに落ちてたんだよね。私もいろいろ探してるんだけど何も見つからないの。いや、みんなの稽古をビデオに撮ってたんだけど充電が切れちゃって僕だけ戻って充電中ってわけです。話を聞く。劇団の他の人は今日は天気がいいから本堂の前庭で稽古をしてるよ。隣の部屋は元島が劇の脚本を書いてるんだ。あいつ一人にならないとイメージが湧かないなんてちょっと芸術家気取りだよね。最近観光客はさあ知らないな。毎日劇の稽古に夢中になってるからね。気がつかないうちに来たかも。OK。で、これはビデオカメラだ。坊や勝手に触っちゃダメだよ。バイトして買った大切なものなんだからね。僕は昔映画を撮っていたことがあるんだ。カメラでみんなの演技を撮って研究するっていうのも僕の発案なんだよ。発案っていうか割とベタなことしてるような。脚本執筆中絶対に入るな。はい。うわいてててて。バネ仕掛けのトラップだ。こんなのまともに食らったら大の大人でも吹っ飛ばされるぞ。そんな危ないものむき出して放置するなよ。いたね。いや、どうしたんだい。僕はいつもこれ庭を眺めてるのさ。ほら、風が当たって気持ちいいじゃないか。話を聞こう。よしえについて。僕の奥さんがどうかした？いい奥さんだよ。よく気がつくし優しいし。嘘じゃないさ。顔がもう真逆のこと言ってるけど。最近観光客見かけないな。こんな山の中に来るのものんびりしてていいもんだと思うけどね。そういえばこの廊下の本堂を挟んで反対側、井戸の見える廊下の端に小さなスイッチみたいなのがあるだろう。あれは押しちゃダメだよ。遅いわ。このお寺はもともと忍者屋敷だったから武士屋敷だろ。今でも危ない仕掛けがいっぱいあるんだ。いいね。忠告したからね。遅いって。イヤリングについて。イヤリングだね。誰のかなんて知らな。知ってるだろ。いや、知ってるものかと思ったけど見間違いだったよ。おしょ。今日はいい天気じゃない。日差しが強くて汗ばむくらいじゃ。何かこのわしに聞きたいことでもあるのかの。話を聞く。最近観光客も何年も来てないの。
劇団について。元島という男はわしの亡くなった娘の一人息子での、毎年寺を舞台の稽古に貸しておるんじゃよ。賑やかで活気があっていいの。イヤリングについて。イヤリングじゃな、どうした？何、廊下に落ちてた？何その顔は。お、皆さんが忘れている大切なことがあります。それは何ですの？あの犯行までの時間ではプリンを凍らせることは物理的に不可能ってことよ。バカな。冷凍庫に入れたとしてもあの時間ではプリンは凍らない。固まってもせいぜい食べ頃の柔らかさよ。プリンの角に頭をぶつけて死ぬことなんてできないのよ。稽古中か？劇の練習してるの？戸島くんが後半を変えたいって言い出したから一からやり直しよ。プリンは変えないのな。まあ、元島さんだって劇をいいものにしようとしているんだから。ところで最近この寺に観光客は来てないの？観光客？こんな山奥の寺にね。あら、私この前女の人が来たのを見かけたけど。ちらっと見かけただけでどんな人かわからなかったけど、和尚さんが応対してたから聞いたらわかるんじゃない？ありがとう。ごめんなさい。時子さん機嫌が悪いみたいで、シナリオが変更になったんでいろいろ忙しいのよ。あんまり練習の邪魔をしないでね。僕はこの劇団に入ったばかりなんでよく知らないんですけど、この劇団には昔いろいろあったみたいですよ。外には出られないか。こっちに行くと寺から出てしまう。OK。こっち側は何があるの？金？おしょ。ほら、寺の金を勝手に打つとはなんと罰当たりな。いいかな。寺の金というのはそもそも最近の若い者と来たらまったく。ごめんなさいと言いつつもう一回。やめろと言っておるだろうに。あんまりしつこいと寺から追い出すぞ。怖っ。和尚に観光客について聞けって言われてたので、観光客も何年も来てないの。お、買った。女の観光客が来てわしが応対してたらと。知らんぞ、わしは知らん。なんかの見間違いじゃ。知ってる反応だな。怪しい。こっち側はまだ来てないよね。これなんだろう。うわ、落とし穴。いてて、落とし穴だ。この寺にはこんな仕掛けまであるのか。これは注意して調べないといけないな。消えたし、いつか死人が出るぞ。そう何度も引っかからないぞ。この家入ってみるか。この女。よし。あら、この離れに何の用かしら？話を聞く。春男について。昔は羽振りのいい男だったんだけどね。事業に失敗して会社を潰してから働く気をなくしちゃって、まったく今では家でゴロゴロしてるだけ。最近観光客？こんな山奥の寺にわざわざやってくる物好きがいるかしら？イヤリングについて。それはただのイヤリングはそれがどうしたっていうのさ。なんであんたがそんなもん持ってるのよ。いや、なんでもないよ。私は知らないよ。怪しいなぁ。こっち何？特に何にもないな。で、この上はさっきの人ね。はい。この木は大きな木だな。でも取り立てて調べるものは何にもなさそうだ。で、こっち側は井戸だ。深くてそこは見えないや。水があるのか、それとも枯れ井戸なのか。で、この部屋に来て、リエさんの荷物だな。女の子のものを覗くのはよそ。男でもダメだよ。で、これ。トキコさんの荷物だな。中を覗くもんじゃないな。おや、パンフレットが置いてある。劇団ポワロ公演、そしてみんな現れたか。昔やってたって芝居だな。出演者で聞いたことのない名前があるぞ。長谷川由紀子。由紀子って誰だろう。自分の母親の名前も由紀子だろう。で、これで情報を得たので、先ほど劇の練習をしていた3人に話をまた聞きに行きます。ねえ、由紀子さんって誰？由紀子さん？どうしてそれを？劇団の昔の劇のパンフレットが落ちてて、前にこの劇団にいた人なんです。リエ。
ごめんなさい、ユキコのことはあなた方には関係ないし、あなた方って一人しかいないんですけど。あなた方に詮索される理由もないと思うけど、小一相手に何熱くなってんだよ。で、また一人ずつ話を聞くのかな。何ですか？最近観光客は？もっと詳しくですか？でもちょっと姿を見かけただけだから珍しいなって思っただけで顔も見てないです。和尚さんに聞いてください。聞いたよ。劇団ポワールについて、本島さんってちょっと女癖が悪いのよね。それで時子さんとよくぶつかるの。でもみんなお芝居が好きだからきっとポワロは大丈夫だと思うわ。OK、ありがとう。じゃあ次は時子さん。なに、まだ何か聞きたいの？最近観光客は？リエは姿を見たって言ってたけど、私は見てないわ。劇団ポワールについて、私はお芝居が好きよ。だからこの劇団は潰したくないの。ありがとう。じゃあ次。なんでしょう。最近観光客は？さあ、僕は見てないな。劇の稽古に集中してるしね。劇団ポワールについて、そういえば本島さん時々脚本を書いてる部屋から抜け出してどこか行ってるみたいですよ。散歩に行ってるのかな。一度追いかけてきたことがあるんですが、角を曲がったところで突然消えたんです。あれ、なんか抜け道でもあったのかな。よし、これでコナンでの情報収集が終わって、この本堂の中に入るとイベントが発生してしまうんですけど、まだラン、ハットリー、おっちゃんで会話の変化を見てないので、それが終わってから、先に進めたいなと思います。お、知らんだな。コナン君もお寺の中を見てきていいわよ。もう見たよ。コナン君がここに隠し扉を見つけたのよね。でもこの先は行き止まり。相原。ゴホゴホ、スースー。ちゃんと病気のふりしてる。見たところ何の変哲もない寺やな。ほんまにここに隠された秘密なんかあるんか？おっちゃん。里美さんがこの寺に来たのは確かだと思うんだが、俺はディエちゃんの方にも興味があるな。ハートをつけるな、エロ親父。こっちへ行くと外へ出ちゃうわね。お、会話の変化あった。時子さんの荷物ね。人のものを勝手に覗いちゃダメよね。あら、これはパンフレットが置いてあるわ。劇団ポワロ公演、そしてみんな現れたか。あれ、出演者に知らない名前があるわ。長谷川由紀子。由紀子って誰かしら。リエさんの荷物ね。人のものを覗いたりしちゃ悪いわ。ビデオカメラね。あまり勝手に触らないでくださいね。それでビデオに撮ったみんなの演技を後で映して研究するんです。僕は昔映画を撮っていたことがあるから、撮影にはちょっと自信があるんです。コナン君とはやっぱり違うね。これか。きゃおお、痛い。何よこれ。バネ仕掛けの罠がこんなところにあるなんて。練習ですか？精が出ますね。本島くんが後半を変えたいって言い出したから一からやり直しよう。まあ、本島さんだって劇をいいものにしようとしているんだから。ところで最近このお寺に観光客が来たことってないですか？観光客？こんな山奥の寺にね。あら、私この前女の人が来たのを見かけたけど、ちらっと見かけただけでどんな人かわからなかったけど、和尚さんがお歌いしたから聞いたがわかるんじゃない？ところでちょっと聞きたいんですけど、ゆきこさんってどなたですか？ゆきこさん？どうしてそれを？劇団の昔の劇のパンフレットが落ちてて見させてもらっちゃったの。前にこの劇団にいた人なんです。いえ。ごめんなさい、ゆきこのことはあなた方には関係ないし、あなた方に詮索される理由もないと思うけど、ラン姉ちゃんはこういうセリフになるんだね。落とし穴。や落ちた。痛い。ひどいわ、落とし穴なんて。このお寺こんな仕掛けまであるの？これはもっと注意して調べないとダメね。落とし穴の場所ね。そう何度も引っかかるもんですか？注意しなくちゃ。木を調べてみましょう。うわー、立派な木ね。こっち側には特に何もないみたい。こっち側？気になる言い方だな。じゃあこっちから調べてみると。うわー、立派な木ね。セリフが変わったよ。井戸。まあ井戸ね。お寺ではこの井戸の水を使っているかしら。あら、綺麗な花が咲いてるわ。よし、次は平次だな。俺タッチはお前のメスに期待してんで。ラン。ミキのお姉さん本当にこのお寺にいるのかしら。早く見つかるといいけど。これは工藤の見つけた隠し扉の掛け軸やな。相変わらず目ざといやっちゃな。まあ向こうは行き止まりで何もないらしいけど、こっちへ行ったら外へ出てまうな。ビデオカメラやな。
あまり勝手に触らないでください。それでビデオに撮ったみんなの演技を後で映して研究するんです。学生時代映画研究会に入っていたので、撮影は僕に任されているんですよ。このスイッチか。うわっ、なんなんや。苔脅しのバネ仕掛けのトラップなんか仕掛けやがって。なんや、楽しそうなことやっとるな。これが劇の練習ってやつかいな。元島くんがこう変えたいって言い出したから一からやり直しよ。まあまあ、元島さんと劇見盛りしようとしてるんだから。ところで最近この寺に観光客が来たことはないか。観光客？こんな山奥の寺にね。あら、私この前女の人が来たの見かけたけど。なんやて？ちらっと見かけただけでどんな人かわからなかったけど、和尚さんが応対してたから聞いたらわかるんじゃない？ところで聞きたいんやけど、ゆきこさんって誰や？ゆきこさん？どうしてそれを？あ、悪気はなかったんやけど、劇団のパンフレット落ちたんで見せてもろたんや。前にこの劇団にいた人なんです。リエ。ごめんなさい、一個のことあなた方には関係ないし、あなた方に詮索する理由もないと思うけど、服部はこういうセリフになるのね。こっち行ったらそのまま寺から出てまうか。まだ事件も解決してないことやし、出るんはやめとこ。落とし穴。うわ、落ちた。いってー、なんや、落とし穴かい。こんな古典的な罠に引っかかってまうとは。この寺半端な仕掛けではすまんようやな。もっと要注意して調べんとな。落とし穴か。そう何遍も同じ手に引っかかるアホがおるか。なんやこの木。俺の直感で怪しげな気もするけど、とりあえずこっち側には何もないみたいやな。となるとこっち。なんやこの木。お、これは傷跡だらけやんけ。どうやらナイフを突き刺した後みたいやな。誰かがナイフを投げる練習でもしてたんか。おもろいぞ。工藤はなんて言うやろ。あ、なんか手に入ったね。で、このまんま井戸を調べるか。なんや、今時井戸なんか使うてるんか。うひゃー、底なしって感じやな。落っこったら大変やで。服部が終わったからあとはおっちゃんだけだ。俺は疲れた。コナン、お前どっか行ってろ。ここか。コナンが隠し扉を見つけたというのは。しかしこの先は行き止まりか。こっちへ行くと外へ出てしまうな。これは特許さんの荷物だな。いくらなんでも女性の荷物を調べるわけにはいかないな。あれ、ユキコさんの情報が出てこない。小五郎だとこうなるのか。これはリエさんの荷物ではないか。さすがに女の子の荷物は紳士たるもの覗けないな。ビデオカメラか。勝手にいじって壊したら弁償してくださいね。それがないとみんなの演技を撮影できないじゃないですか。このスイッチは。ひゃっ、おあちちち。こんなバネ仕掛けのトラップに引っかかるとは深く。これが劇の舞台練習というものですか。元島君がこう変えたいって言い出したから一からやり直しよ。まあ、元島さんって劇を今の仕事してるんだから。ところで最近このお寺に観光客来たことはないかな。観光客？こんな山奥の寺にね。あら、私この前女の人が来たの見かけたけど。ちらっと見かけただけでどんな人か分からなかったけど、和尚さんが応対してたから聞いたら分かるんじゃない？あ、そっか、おっちゃんはユキコさんの情報がないから、その先の会話がないんだ。寺から出ちまったら元も子もないか。落とし穴。ひゃっ、落ちた。あいたたたた、落とし穴だ。この寺にはこんな仕掛けまであったのか。名探偵毛利小五郎一生の深く。こりゃ注意して調べないと大怪我をしかねんな。落とし穴の場所くらいこの名探偵毛利小五。また落ちてる。あいたたたた、また同じ穴に落ちてしまった。この名探偵がたびたび引っかかるとは恐るべき罠だ。怪しい木だぞ。とはいえこっち側には何もないか。で、こっち。怪しい木だぞ。これは怪しい傷跡。熊でも出るのか。あんまり表をうろうろしない方がいいな。これが平次との差か。井戸。この寺ではまだ井戸を使っているのか。ここに毒でも投げ込まれたら寺中の人間が全滅だな。これで全員分の会話の変化を聞いたので本堂の中に入っていきます。隠し扉。あれ、隠し扉が開いている。行ってみよう。こんなところにまで隠し扉が仕掛けられていたのか。誰か来る。誰？
元島だ。食事も食べやしない。誰かに持って行ったんだな。元島だ、食事を手に持って行ったぞ。誰かに持って行ったのかな。まあ、お姉ちゃんでしょうね。ダメだ、もう開かない。鍵か何かが必要みたいだ。どうやら元島が何か隠してるんだな。これ、ランとヘイジーのパターンもあるらしいので見ていきます。次はラン姉ちゃんだね。あら、隠し扉が開いているわ。よし。こんなところにまで隠し扉があるなんて。誰か来るわ。元島だろ。食事も食べやしない。あれは劇団ポアロの元島さん。食事を手に持っていったわ。誰かに持って行ったのかしら。ダメね。もう開かないわ。いやいや、ラン姉ちゃんなら気破れるだろ。鍵か何かが必要みたい。元島さん何か秘密を握っているのかしら。みんなに相談してみよう。ランはこういう風になるんだ。次は、平次だね。お、隠し扉が開いてんな。こんなところにまで隠し扉っちゅうわけか。誰か来よる。で、元島が出てくると。食事も食べやしない。あれは劇団の元島とかっちゅうやっちゃな。食事も取ったけど、あの隠し扉の向こうに誰かを監禁してるっちゅうんか。あかん。鍵かなんかがないとあかんようになってる。あの元島っちゅうやつ、なんか隠してんな。戻って工藤と話してみるか。おっちゃんはないらしい。2日目午後7時45分。本堂にも隠し通路の出口が、やっぱりこの寺には何か秘密が隠されている。あそこから出てきた元島さんは何をしてたんだろう。本堂の奥に誰か囚われているのか、里見さんだろうか。和尚さんや菊村さん夫妻はこのことを知っているのだろうか。いや、前に思いっきり喋ってたぞ。誰が犯行に加担しているのか、いずれにせよ油断はできない。里見さんの身に何かが起こらないうちに早く解決しないと。こんなことさえなければ静かでいいとこだよね。うん。お父さんや服部くん何か見つけたかな。まだ見つかってないって言ってたよ。新一がいたらとっくに手がかりでも見つけてるのかな。なぜ泣くんだ。新一今頃何してるのかな。きっとどこかで事件を解決してると思うよ。隣にいますけど。お、こんばんは。よしえさん。こんな何もないお寺じゃ皆さん退屈でしょう。もしよかったら私たちの離れに来てお茶でもご一緒しませんこと。はい。いやいやね、私たちも夫婦二人だけでいると会話もなくて退屈なのよ。皆さんと一緒なら楽しいと思うわ。どう？そうですか。じゃあ伺わせてもらいますね、コナンくん。大丈夫か？何にもされないだろうな。そうですか。空手をなさってるんですか。顔。そうなんです。そろそろお湯沸いたかしら。やっぱり女の子の空手って変ですか？いやー、元気があっていいですよ。バカ強いしな。まだだったみたい。そういえばよしえさんってこのお寺の娘さんなんですよね。劇団の元島さんとはどういうご関係になるんですか？死んだ姉の一人息子よ。小さい頃から目立ちたがり屋で派手好きな子だったわ。ほら、今日も真っ赤なシャツ着てたでしょ。派手な服ばかり着て。真っ赤？黒じゃなかったっけ？プレイボーイだからあなたも注意することね。そんな、はっはっはっは。そうだ、お鍋をかけっぱなしだったわ。もう8時か。この寺では毎晩8時に夜の鐘を打つんですよ。いいですね、こんな山奥のお寺の鐘の音って。煮物焦がしちゃったわ。換気扇回してるから我慢してね。なんだかこの女さっきから落ち着かないな。それは俺も思った。
キャー。なんだ、なんかあったのか。姫、女の人の、まさか。大変です。元島さんがどうかしたんですか。部屋で首を絞められて。え、なんだって。助けに入ろうとしたんですけど、ドアの鍵が開かなくて、元島さんの部屋の合鍵をください。早くしないと。わかった。行こう。なんで首絞められてるって知ってるの？なんや、さっきから騒がしいな。中はどうなってるの？なんかあったんか？わからない。さっきリエと俺が鍵の穴から覗いたら、元島が誰かに首を絞められてて、中が見えたのはそういうことか。相手は誰や？わからない。影しか見えなかったんだ。もう死んでるんじゃ。犯人はまだ中におるんか。いや、どうだろう。ちょっと前静かになったけど。合鍵だ。貸してください。ドアを開けますよ。うわ、遅かったか。春尾さん、警察に電話や。はい。元島。工藤、犯人は見えたか？いや、もう逃げた後みたいだ。足跡回らへん。映写機が回りっぱなしになってる。わかった。フィルムの中から出てきた殺人者に殺されたんだ。止めとくか。ねえ、リエさん。さっき元島さんが首を絞められてるって言ってたよね。ええ。でも元島さん背中を刺されてるよ。うん。元島さんが刺されてるとか見たんか？いえ、私見てないです。私は元島さんが首を絞められてる影を見ただけで。影？ええ、元島さんが首を絞められている姿がスクリーンに影で映ってたんです。板谷さんが見たのもそうなの？うん。影では元島さんは刺されてなかったの？確かに首を絞められていたんだけど。ええ、そうよ。映写機にさ、そういう映像だけ投影するようになってたんじゃないの？映写機だ。ここに着いた時には回りっぱなしだった。そうか、ついに事件が起こってもうたか。出られないでしょ。よし、今のうちに現場を調べておかなくちゃな。だよね。なんで、どういうこと？どういうことだよ、一体。スクリーンだ。ここに映画を映してたんだな。ダメだ。もう死んでる。今のうちに調べられることは調べておかなくちゃ。さて、何を調べよう。凶器。凶器は2種類あるみたいだけど、ナイフを調べる。両刃のナイフで背中から刺されてる。ナイフが刺さったままなせいか出血は少ないな。リエさんたちは首を絞められてたと言ってたけど、その後で刺されたのだろうか。おや？ナイフの柄に傷がついてる。細い針金かナイフのようなものを強く押し付けたような跡だ。何か意味があるんだろうか。コードを調べる。首にコードが巻きついている。デスクの上のスタンドのコードみたいだな。これで元島さんの首を絞めたんだろう。変だな。首の跡を見てもそんなに強く絞められたようにも見えない。死体の状況。死亡推定時刻。まだ暖かい。殺されてからそんなに経ってないな。板谷さんとリエさんが元島さんが首を絞められている影を目撃したのが5分ほど前。確かにその頃はまだ生きていた感じだ。背中の線。背中には何か線のようなものが見えるぞ。背中の一部だけ汗をかいていて、濡れたシャツが線のように見えてたんだ。どうしてこんな風に汗をかいたんだろう。現場の様子。この部屋は元島さんが脚本を書くために使ってた部屋だ。死体は部屋の中央に倒れている。板谷さんとリエさんが鍵穴から覗いたら元島さんが誰かに首を絞められている姿が影になってスクリーンに映っていたという。確かにスクリーンは鍵穴から見える位置に設置されているし、この位置で殺されたのならその様子が影になって映っただろう。部屋の内部。部屋自体はそんなに広くない。脚本を書くための机、それに窓が一つか。スクリーンと映写機がセットされ回りっぱなしになっていた。
本島さんは映画を見ていたんだな。窓もカーテンも開いたままだ。フィルムを映すときは窓やカーテンを閉めるはずだけど、犯人が開けて逃亡したのだろうが。窓の外の地面は乾いている。これでは足跡はつかない。犯人はこの窓から逃亡したのだろうか。とりあえずこれだけ調べたら、あとは警察に任せても構わないだろう。2日目午後9時30分、聞き込み開始。毛利君、なんで君がおるのかね。警部殿こそなんでこんなところに。ある事件の合同捜査でたまたまこっちに来ていてな。ランさんたちは服部君もいるのか。ちょっとした偶然でな。事件の方はどうなってます？凶器はナイフと首に巻かれたコードの2つか。毛利君はどう思うかね。服部セリフスルーされてんじゃん。犯人は最初首を絞めて殺そうとした。しかし被害者の激しい抵抗に遭い絞め殺しきれず、ナイフでとどめを刺したというとこでしょうな。警部、鑑識と結果が出ました。どうだね。死因はナイフで背中を一突きにされたことによる失血死で、首の跡は被害者の死後コードで絞められたもののようです。犯人は被害者を刺殺した後、電気コードを被害者の首に巻きつけて締め上げたわけか。なんでそんなことをしたんだろう。わかるかね、毛利君。いやー、私にはさっぱり。それやと目撃者の証言と食い違うんや。目撃者というのは、はい、事件を目撃したリエさんと板谷さんには待機してもらっています。君たちがその2人か。はい。ではその時の様子を話してもらえるかな。はい。劇団は毎晩8時から通し稽古をすることになってるんです。いつものことなんですけど、5分前の集合時間になってもみんな集まらないので、それでまず本島さんから迎えに行ったんです。本島さん、もう練習の時間ですよ。本島さん。ドアの外から呼んでも返事がなくて、もしかしたらいないのかなと思った時、くそこの野郎。急に中から争うような物音が聞こえてきたんです。本島さん、どうしたんです。本島さん。私ドアを開けようとしたのですが、鍵がかかっていて中の様子を知ろうとして聞き耳を立てたのですが、ちょうどお寺の鐘が鳴っていたので何も聞こえなかったんです。鐘が鳴ってた。ちょうど8時だったと思います。このお寺では毎晩その時間に鐘を鳴らすんです。わかった、続けてくれたまえ。はい、そうしたら。どうしたのリエちゃん。その時板谷さんが来てくれたんです。はい、部屋にいたら彼女の声が聞こえてきたんで、慌てて飛び出して行ったんです。板谷さん、本島さんの部屋から変な物音が。物音？ああ、例の実制作の映画を見ているんじゃないかな。脚本を書くのに参考にしたいからもう一度見たいっていうんで、さっきセッティングしてやったよ。でも様子が変なんですが、あんな場面映画にはなかったし。なんだって？おい、元島いるか？ダメだな、鍵がかかってる。おい、元島、声開けろ。やめろ。うわ。おい、どうしたんだ。その時僕はこの寺の部屋の鍵が古い方のものだって思い出して、鍵穴から中を覗けば中が見えるんじゃないかって思いついたんです。異変だ。元島が殺される。おお、まさかあんなことが。スクリーンに映し出された画面に影が映っていたんです。本島さんと誰かが争っている姿が。本島さん後ろからロープみたいなもので首を絞められていて、すぐに私たちドアを開けようとしました。あれ、セッティングしたのが土井東なら土井東が犯人じゃないの？本島さん開けて。元島、今すぐ助けるぞ。リエちゃん離れて。ダメだ、開かない。その合体でだらしねえな。なんなら一発だぞ。リエちゃん、みんなで知らせて。この部屋の合鍵を持ってくるんだ。はい。板谷さんに言われて私は急いで。リエさんが伝えに来てくれたんで、僕たちみんなで犯行現場に行ったんだよ。でも板谷さん、なんで本島さんは映画なんて見てたの？昨日夕食の時は映画なんて見る暇ないって言ってたのに。脚本を書くのに煮詰まってたんじゃないかな。よく煮詰まると昔書いた脚本を読んだりしてヒントをつかんでいたみたいだから。それはあり得るな。それでリエさんが鍵を取りに行ってからみんなが来るまでの間、君はどこにいたんだね、板谷君。元島の部屋の前にずっといました。部屋の中の様子は見てたのかね。はい。しばらく2人の影が揉み合っていたんですけど、すぐに元島が動かなくなって犯人が窓から逃げるんじゃないかと思ってたんですが、ここから窓へ回っ
っている間に犯人がドアから逃げるかもしれないし、それよりもここでずっと見張っていた方がいいんじゃないかと判断したんです。それでみんながここに来てからは、春尾さんの合鍵でみんなで部屋に入ったんや。鍵はいくつあったのかね。はい、関係者の話では3つありまして、1つは春尾さんが持っていまして、ドアを開ける際に使ったものだね。はい、もう1つは和尚さんが持っていまして、最後の1つは本島さんの死体のポケットに入っておりました。それで鍵を開けたのは春尾さんかね。いえ、僕が鍵を受け取ってドアを開けました。よろしい。ところで他の関係者は？はい、他の関係者にはこの寺の居住区の側に控えてもらっています。わかった。リエさんと板谷さんも部屋に戻っていてくれたまえ。では捜査開始だ、毛利君。はい、警部殿。やはりあのコードは直接の死因ではなかった。でも死んだ後になんでまた首を絞め直したんだろう。よほど本島さんに恨みがあったのか、それとも他の理由があるんだろうか。よし、俺の方でも関係者に話を聞こう。でも俺みたいな子供じゃ話してくれない相手もいるだろうし、その辺は蘭やおっちゃん、服部の手を借りて調べることもできるな。何はともあれ捜査開始だ。今気づいたけど、顔の大きさやばいよな、コナン君。殺人事件があったってのに子供がちょろちょろするんじゃない。チェンジはまだ早い。めくれ警部。状況から見ると犯人は窓から逃亡したんだろうな。この山奥じゃ犯人もそう遠くに逃げられるとは思え、犯人はまだこの寺にいるのかもしれない。スクリーンだ。ここに映画を映してたんだな。まったく奇妙な事件だよ。首を絞められているのを見た人がいるのに刺し殺されているなんてどういうことなんだろう。映写機だ。自主制作映画のフィルムがかかってたんだな。窓は開けっぱなしだった。つまり誰でもこの窓から逃亡することができたってわけだな。窓の外に痕跡は見当たらないな。映写するときには普通窓やカーテンを閉めるはずだ。犯人が逃亡するとき開けたのだろうか。背中に突き刺されたナイフと首に巻きつけられたコード。本島犯人と格闘してここに倒れたのか。しかし何か変だ。あれ？ここに倒れたんならここの対角線上にいなくね？上映してるやつの影がここに当たって、それがここから見えたってことだもんね。まずコナン君から、情報収集していきましょう。現在捜査中ですのであまりうろちょろ歩かないでください。ここから先は現在立ち入り禁止です。居住区に戻って待機していてください。私も容疑者なのかな。私はこの部屋で愛ちゃんといたからアリバイがあるってことだよね。どこ行ってたの？こんな実験があったっていうのに私ちょっと聞いてみたいことがあるの。チェンジはまだ早い。灰原、江戸川君たちが行くところって必ず事件が起こるわよね。まあ死神だからね。まあ私のアリバイはミキさんが証明してくれるから面倒なことにはならないわね。掛け軸。隠し扉だけど行き止まりで先がない。よう工藤、いよいよ事件が本格的に動き始めたようやな。そんなちっこい体じゃ捜査も大変やろ。どや、俺に任さんか。後でね。現在殺人事件の捜査中につき誰もこの寺から出てはならないことになっております。ご協力ください。あいよ。いた。何子供がうろちょろしてるのよ。殺人事件が起きたのよ。まったくどういう教育してるのかしら。ダメだ。完全に俺のことを相手にしていない。そりゃそうだろ。なんだい君みたいな子供が聞き込み調査やってるの？僕の話を聞きたい？バカ言うな。子供に話すことじゃない。よしえだってそういうはずだよ。このままじゃ答えてくれそうにない。まあ仕方ないね。おお、住職超笑ってる。むごいの。あんたの顔がむごいわ。出来の悪いことはいえ、わしの孫が死んでしもうた。そっとしておいてくれ。もう知ってることはみんな警察に話したわい。お前さんみたいな子供にまで話すことはない。このままでは何も話してくれそうにない。どうしたの？探偵ごっこ？坊や、子供はそんなものに興味を持っちゃいけないよ。子供だと思って相手にしてねえな。こんな事件があったのに子供があんまりうろうろしない方がいいよ。俺みたいな子供は相手にする気がないって態度だな。
あら、可愛い探偵さんね。私でわかることなら何でもお答えしますよ。おー、ありがたい。アリバイについて聞く。私は鍵穴から本島さんが殺されるところを見たんですから、それがアリバイじゃないですか。板谷さんが証人です。ドアには鍵がかかってたし、私に殺せるわけがありません。でも首を絞めて殺されたはずなのに刺し殺されているなんて、なんだかわからなくなってるんですけど。元島について聞く。確かに元島さんって女の人に対していい加減なところもあったし、自己中心的で嫌われたりしてたとも思うけど、でも殺されるなんて。あ、そういえば事件に関係あるのかわからないけど、真夜中に目が覚めて、そしたら寺の方から元島さんと木戸さんが激しく言い争いしている声が聞こえてきたことがありました。何を言い争っていたんだろう。事件の前、元島さんを最後に見たのはいつかって。あれは夕食のすぐ後だから6時半頃かな。元島さんの部屋の前を通った時、呼び止められて、コーヒーが飲みたいっていうんで運んでいったんです。その時元島さんコーヒーをこぼしてしまって、それでシャツを着替えてたんでしょうね。いやーね、みんな互いのこと疑ってる。あなたみたいなおちびさんまでまさか私からアリバイとか聞こうとはしないわよね。あなたも探偵ごっこのお仲間なわけ。いいわ。あなたみたいな子供が相手なら少しくらい答えてあげる。女性陣優しいな。男と全然違う。アリバイについて聞く。あの時間には裏山に行ってたわ。鐘が鳴るのを聞いて練習に遅れちゃったのに気づいて慌てて戻ったの。そう、私のアリバイを証明してくれる人はいないわ。だから警察も私のことを疑ってるみたい。元島について聞く。大抵の男だから誰が恨んでもおかしくないわね。彼を殺したい女の子なんてたくさんいるわよ。どうせバレることだから全部話しちゃうけど、昼間あなたたちが聞いてたユキコって人も彼と付き合ってたんだけど、自殺しちゃったのよ、彼に振られて。ユキコは私の親友だったから元島くんとはぶつかったわ。私には立派な動機があるわけ。でも、板谷くんはもっと彼のことを恨んでたんじゃないかな。最後に元島くんを見たのはいつかって。夕食の時よ。この二人と話を終えた後に、改めて隣の部屋にいる板谷と木戸に話しかけると、コナンで質問ができるようになるらしいんですよね。ねえ、板谷さんで自殺したユキコさんのことで元島さんを恨んでたって本当？会話変わったね。誰に聞いたんだそんなこと。それは確かに僕はユキコさんのことでは彼を恨んでたさ。だからって僕が元島を殺すわけないだろ。怖っ。分かったよ、質問に答えるよ。よっしゃ。アリバイについて聞く。僕のアリバイはリエさんが証明してくれるはずだよね。彼女が殺人を目撃した時、僕は一緒にドアの外にいたんだから、僕が元島を殺せるわけないよ。元島について聞く。元島とは確かに色々とありました。元島は女性関係がルーズだったから聞いたでしょ。前に劇団にいたユキコさんは彼に振られて自殺したんだ。僕もユキコさんに憧れていたから、そのことでは随分元島を恨んだな。だけど誰だって欠点はあるし、そんなこと言ってたら他人と一緒に劇団なんてやっていけないよ。いや、人が死んでるんだから欠点とかで済ませられる話じゃないと思うんだけど、僕はリエちゃんと一緒に殺人を目撃したってアリバイもあるし、元島を殺すことは不可能だよ。むしろ元島はこの寺の吉江さんたちと何かで揉めてたみたいだから、そっちの方が怪しいんじゃないかな。言い合いをしているところを何度も見たよ。事件の前、元島を最後に見たのはいつかだって。元島が映画を見たいって言うんで映写機とスクリーンをセットした時かな。あれは7時頃だったかな。リエお姉さんから聞いたけど、お兄さん殺された元島さんと夜中にお寺で喧嘩したんだって。ちょっと待ってくれよ。そんな言い方したら僕が容疑者みたいじゃないか。あれは夜中に気分転換に寺の中を歩いてたら元島が食ってかかってきて言い合いをしてただけで喧嘩なんて。分かったよ。何が聞きたいの？何でも答えてあげるから警察に変なこと吹き込まないでくれよ。よし。アリバイについて聞く。犯行のあった時間、僕は表を散歩してたな。いつも夕食の後に周りの山を歩くんでね。鐘の音を聞いて通し稽古の時間だって慌てて戻ってきたらあの騒ぎだったわけ。証人いないな。でも僕は犯人じゃない。だいたい僕が犯人だったらもっとまともなアリバイを作っとくと思うんだけど。元島について聞く。元島さん確かにいろいろ問題のある人だったみたいだよね。僕は新入りだからよくわからないけど、事件の前元島さんに最後に会ったのはいつかだって。夕食の時ではそれから見かけてないな。
そういえば本島さん、夕食の時は黒いシャツを着てたのに、なんで赤いシャツに着替えてたんだろう。コーヒーをこぼしたからでしょ。まあいいか、関係ないよね、こんな話。この2人と話を終えた後に、今度は吉江さんに話しかけると、またコナンで質問ができるようになるらしいので、向かいます。よし。板谷さんから聞いたんだけど、殺された本島さんと吉江さんってよく喧嘩してたの？何言ってるのよ、私が犯人だって言いたいわけ？分かったわよ、疑いは晴らさないとね。聞きたいことがあるんだったら何でも答えてあげるわよ。よし、アリバイについて聞く。私はランさんやコナン君たちと離れにいたわ。お茶を入れたりするために何回か席を立ったけど、あの時間であの部屋で彼を殺しに行くなんて絶対に不可能よ。元島について聞く。確かに彼とは馬が合わなかったし、ぶつかったこともあったわ。でも彼は私の姉の子供だし、殺すなんてことはできないわ。どうせ派手な女遊びでもして恨みを買ったんじゃない？軽薄な男だったから。最後に彼を見たのはいつかって？夕食の時よ。それから会ってないわ。あなたさ、真っ赤なシャツ着てたって知ってたよね？この時真っ赤なシャツ着てたって言ってるよね。で、黒いシャツからその赤いシャツに着替えたのは、このリエって子が夕食のすぐ後に部屋の前を通った時、呼び止められてコーヒーを運んでったんでしょ？で、その時にコーヒーをこぼしたから赤いシャツに着替えたんだよね。それなのに夕食の時から会ってないあなたがなぜ赤いシャツを着てたことを知っているのか。それは犯人だからじゃないの？あの板谷ってのも疑わしいけど。で、吉江さんに話しかけた後、春尾さんに話をかけます。うちの奥さんが君の質問に答えたの？じゃあ僕も答えようか。よし、アリバイについて聞く。僕は離れで吉江や蘭さん、コナン君とお茶をいただいてましたよね。これってアリバイとして成立しますよね。それから事件があって部屋の前であの鍵を誰かに渡したんです。リエちゃんだったかな、板谷君だったかな。板谷君ですね。元島について聞く。彼は吉江の甥っ子だから。でも彼も吉江もきつい性格だからよくぶつかってましたね。でもそんなことで人殺しなんてしないですよ。彼の姿を最後に見たのはいつかですか？夕食の時ですよ。で、最後に和尚さんと話します。他の全員の証言を聞いてきたのか。子供と思っておったがなかなかやるのう。よし、せっかくじゃからわしも質問に答えてやろう。よし、アリバイについて聞く。わしは毎晩8時に金付き堂に金をつきに行っておる。今夜もちょうど8時に金をつき始めて、つき終わって寺に帰ったらあの騒ぎじゃ。犯行の時刻、わしは金付き堂にいたわけじゃな。証人はおらんが、鐘の音は寺にいた全員が聞いてたじゃろう。あの部屋の鍵はずっと持っておったよ。誰にも渡してない。元島について聞く。わしの孫じゃからそれは辛いわい。しかしの世はすべて諸行無常じゃ。生ける者は皆その命を終えて死んでいく。あやつも穏やかに成仏してくれることを願っておる。我が孫ながら生前はあまり行いの良い人間とは言えなかったからの。人様の恨みを買ったことも少なからずあったようじゃが、あやつを最後に見たのはいつかって？夕食の時じゃよ。よし、これで話を終えて、音が鳴った。キーワードを入手したってことか。これでコナン君での情報収集は終わりですね。次はランですね。会話の変化がある人のみやっていきます。コナン君あまり警察やお父さんの邪魔にならないようにね。掛け軸。コナン君が見つけた隠し扉だけど行き止まりで何もないわね。事件やな。俺が嬉しそうに見える？アホ、そんなわけないわ。何よ、なんだってあんたみたいな関係ない女の子がこの事件を調べてるわけ。警察に任せておとなしくしてなさいよ。あなたみたいな女の子が聞き込み捜査やってるんですか？ダメですよ。女の人と話すなんて。吉江に見つかったら。結構やきもち焼き屋なのか。出来の悪い子だったとはいえ、わしの孫じゃ。成仏してほしいもんじゃ。お察しいたします。いくらなんでもこの和尚さんに聞き込みなんてできないわ。あの有名な毛利小五郎さんの娘さんなんですってね。何でも聞いてください。私でわかることなら答えます。ありがとう。でもコナンで聞いてるから大丈夫だよ。殺人事件があったからってみんな探偵気取りで推理ごっこ。人が死んだっていうのに不謹慎よね。元島さんが亡くなられて劇団ポアラ大変ですね。
あなたは私たちのことを気にかけてくれるのね。いいわ。もし聞きたいことがあるんだったらあなたには答えてあげる。大丈夫です。ああ、君は名探偵毛利心の娘さんだね。それなら捜査に協力しなきゃならないな。大丈夫です。有名な眠りの心の娘さんですか？わかりました。何でも答えますよ。結構です。この名探偵毛利心の頭脳をもってすればこんな事件なんてちょいっと。この2人は変わってなかったので、スクリーンね、ここに映画を映してたんだわ。映写機。映写機だわ。自主制作映画のフィルムをかけてたのね。窓は犯行中にも開けっぱなし。犯人はここから逃げたのね。映画を見るなら普通窓やカーテンを閉めておくと思うんだけど、犯人が逃げるとき開けたのかしら。死体。ひどい。いくら恨みがあるからって一体誰がこんなことを。よし、次は平次だね。会話の変化がある人のみ聞いていきます。どうや工藤、お前もちょっと操作してくるか。この2人は変化なしだったのでラン。こんな事件が起こってしまってミキのお姉さんさとみさん無事だといいけど。掛け軸。この隠し扉すぐに行き止まりでどこにも繋がっておらん。西の名探偵割とかっこいい探偵さんじゃない。面白いわね。答えてあげるから質問しなさいよ。うわー、すっごい上から目線。井戸に放り投げるぞ。大丈夫です。高校生探偵なんですかそれは。未成年が変なことに首を突っ込むのはやるべきだよ。話してくれなかったか。おう、高校生探偵とな。まあこの事件を解決してくれるなら誰でも構わん。わしの孫を殺した犯人を捕まえてくれんかの。大丈夫です。あなたも探偵なんですか？高校生探偵。私でわかることなら何でも答えますけど大丈夫です。高校生探偵？何が探偵よ、いい加減にして。もう警察には全部話したわよ。そんな風に興味本位で人のことをつついて回るもんじゃないわ。すいません。君高校生なのに探偵の真似かい？西の名探偵知らないな。高校生がこんなことに首を突っ込むもんじゃないよ。高校生探偵、その年で殺人事件の捜査ですか？面白い。何でも聞いてください。答えますよ。結構です。この3人は変わんなかったので、スクリーンや、ここに映画を映してたんか。映写機。映写機やな。自主制作映画のフィルムをかけてたんか。窓は開けっぱなし。ここから犯人は逃げたんか。ドアの外の目撃者が誰も出てきてへんって証言してる以上、そうとしか考えられへんな。映画を映写するんやったら窓やカーテンは閉めるわな。犯人が逃げるとき開けたんかな。死体。ナイフにコードのフルコースかいな。よっぽど行さんの人間に恨まれとったんやな。最後はおっちゃんですね。この2人の会話の変化はなかったので、まずコナンから。疲れた。俺は休むからコナン、お前どっか行ってろ。で、スクリーンだな。ここに映画を映してたんだろう。映写機だな。自主制作映画のフィルムがかかってたのか。なんだ、窓は開けっぱなしか。密室殺人ですらないなんて。この名探偵が解決する事件としては歯応えがないな。死体。本島さんはいつもこの部屋で一人で脚本を書いていた。この寺の誰もが知っていたわけだから、誰でも犯行は可能だったと言えるな。この3人はセリフの変化がなかったので掛け軸。コナンのやつが見つけた隠し扉だが、すぐに行き止まりだな。全く役にも立たんものを見つけやがって。ただの間抜け面の親父だと思ってたけど、あなたが有名な名探偵の毛利心なの。そうだよ。大丈夫です。探偵さんそうだったんですか？僕怪しいとこなんか全然ないですよ。質問なら答えます。大丈夫です。おしょ。こんな事件がうちの寺で起こるとは。しかもわしの孫が殺されるとは。探偵さん、一刻も早くこの事件を解決してくだされ。名探偵の毛利さん。名探偵の行くところ常に事件ありという感じですね。質問には何でもお答えします。ありがとう。大丈夫。あなたが毛利心？嘘でしょ？あの名探偵がこんな間抜けな顔したおじさんのわけないわ。選択肢が出ねえ。あの名探偵の毛利さんですよね。わかりました。捜査に協力します。大丈夫。おじさんが眠りの心、なんかイメージ違うな。もっと鋭くて頭の良さそうな人かと。まあいいや。捜査に協力します。何でも聞いてください。結構だ。で、
全員分の情報収集が終わって、今度は新しく入手したキーワード、アリバイと動機について考えないと先に進めないらしいので、それをやっていきます。まずアリバイ。全員の話を聞いて分かったことは、犯行時刻には俺と蘭は離れにいた。菊村さん夫妻も一緒だ。吉江さんは何度も台所に立っていたけど、あの時間で本島さんの部屋まで行って帰ってくるのは無理だ。走った後の息の乱れた様子もなかったし、和尚さんは鐘付き堂で鐘をついていた。全員が鐘の音を聞いてる。リエさんは殺人を目撃した時、鐘が鳴っているのを聞いたという。リエさんと板谷さんは一緒に本島さんが殺されるところを目撃していたのだから、お互いのアリバイを証明している。リエさんはその後離れに鍵を取りに来ている。板谷さんはその間鍵が閉まってたから部屋には入れなかった。問題は時子さんと木戸さんだ。この2人にアリバイを証明してくれる証人がいない。次は動機。全員の話を聞いたところ、この事件の背景がかなりこんがらがっていることが分かってきたぞ。この寺にいたのは俺たちと劇団の人たち、和尚さん、菊村さん夫妻だ。もちろん俺たちには本島さんを殺す動機がない。ミキさんにも本島さんを殺す動機はないはずだ。けど本島さんは里美さんの事件と関係がありそうだった。もしかしたら何かがあった可能性もないではない。劇団ポワロの人たちの中では、殺された本島さんは自殺したゆき子さんをめぐるトラブルを起こしていた。時子さんと板谷さんはゆき子さんのことで本島さんを恨んでいた。動機はあったと考えていい。後から入団したリエさんには動機がなかった。木戸さんはゆき子さんをめぐるトラブルとは関係なかったが、真夜中に本島さんと喧嘩していたという。木戸さんは深夜に寺の中を歩き回っていた。木戸さんは何かを隠しているようだ。それが何かはわからないが、その秘密を本島さんに知られて口封じに殺したとも考えられないこともない。問題は和尚さんと菊村さん夫妻だ。あの時本島さんと菊村さん夫妻が口論していたあれは何だったのだろうか。今のところ里美さんはこの寺の隠し部屋に監禁されている可能性がある。もしあの口論が何らかの理由があって彼らが里美さんを監禁し、その犯罪計画のことで口論していたのだったら、意見の行き違いから殺人を犯した可能性はある。和尚さんもその一味だった可能性は強い。アリバイと動機を絡めて考えると、本島さんを殺す動機があった可能性があるのは板谷さん、時子さん、木戸さん、菊村さん夫妻、和尚さん、それにミキさんも可能性がないとは言えない。このうちアリバイがないのは木戸さんと時子さん、真っ先に疑われるのはこの二人ということになる。でもリエさんたちは考察されているのを目撃したのに、実際は視察されていたという奇妙な状況になぜなったのだろう。何か犯人が仕掛けたトリックがあるはずだ。あの奇妙な状況は犯人の仕掛けたトリックのために起こったのではないか。そのトリックが解ければ誰が犯人なのかも自然にわかるんじゃないだろうか。よし、今の聞き込みで分かったのはこれくらいだ。あとは本格的な捜査に入っていろいろ手がかりを探してみないとな。それからおっちゃんの様子も見てくるか。それでおっちゃんに話しかけるんだよね。おじさん、捜査の方は進んでる？進んでるどころかもう解決したぞ。なんだって毛利君。警部殿、これは極めてシンプルな事件ですよ。消去法で考えれば犯人が誰かは一目瞭然です。よくある展開だ。おい、待てよ。この寺にいる中でアリバイが成立せず、なおかつ本島さんに対して殺意を抱く動機のある者。つまり、時子さんが犯人だ。本島さんを殺して窓から逃亡したのです。あちゃー、やっぱりそうきたか。しかし毛利君、それでは絞め殺されたはずの被害者が実は刺し殺されていたという謎が解けてないんじゃないかね。あれは多分目撃者の見間違いでしょ。なわけねえだろ。しかし毛利君、二人もの目撃者がそう証言してるのだよ。警部殿、見たと言ったって所詮は影だけなんです。間違いの一つや二つあってもおかしくないでしょ。ガチでへっぽこじゃねえか。おっちゃんの推理にもね。余震場目撃者の証言が正しいとしても、多分時子が本島さんを刺し殺した後、とどめで首を絞めたのでしょう。でも警部さん、首を絞めて気を失った被害者をとどめで刺し殺したって話は聞いたことあるけど、刺し殺した人をとどめで首を絞めたって話は聞いたことないよ。コナン君の言う通りだ。わしもおかしいと思う。警部殿、細かいことは気にしないことです。殺人が起こってるんだぞ。さあ、時子を逮捕してこの厳戒態勢を解除してください。警部殿。そんなことを言ってもな、毛利君、証拠が揃わない限り無理なのは分かっているだろ。まあ現場検証も一段落ついたことだし、この寺の中から出なければ自由にしてよかろう。
じゃあ、キリもいいので、ここまでにするか。で、前回の動画で、今回、事件解決までやっていくと言ったんですけど、そうすると結構長くなってしまうので、大変申し訳ないですが、ここで終わりにして、次回はエンディングまでやりたいと思います。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は、高評価、コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。